今回は、2024春アニメ10選と、各作品に対する解説をお届けします。この4月から始まる春アニメは近年にない本数になってて、なんと70本も放送されるんだ。70本いくらなんでもそんなに見れないわ。そこで、70本の中から当チャンネルが注目している10作品について、ネットの反応を交えて紹介していくよ。鬼滅の刃に対抗できる作品は現れるかな？それでは本編をどうぞ。まずは、アストロノート。木造アパート、アストロ層を舞台に繰り広げられるドタバタラブコメだよ。テレコムのオリジナル作品なんだね。うるせえ奴ら、と、メゾン一国、を足したような物語なのかしら？紹介文を読むとそんな感じだね。ヒロインのミラは宇宙人という設定みたいだし。アストロ層の住人がどいつもこいつも癖のある連中なのは、メゾン一国、っぽいね。ただ、単なるドタバタラブコメでは終わらなそうなところが気になるんだよね。最終話で全部いただきます、というキャッチコピーがめっちゃ気になるんだけど。なんかものすごいどんでん返しが用意されてると期待していいのかな？そこまで自信満々に言われちゃ最終話まで見ざるを得ないね。2作目は、狼と香辛料。2008年に放映された同タイトル作品のリメイクだよ。北条を司る狼の化身ホロと、若き行商人クラフトの旅の記録だ。これ、旧作の段階から気になってたんだよね。ホロが獣耳娘で自分のこと、ワッチ、って言うんでしょ？今で言う、ノジャロリ、の元祖かもね。キャストは3名発表されてるんだけど、全員旧作と同じ配役みたいだよ。小清水亜美さん、福山潤さん、中原舞さんか。旧作と同じ配役なのは嬉しいね。先日、第4話までの先行上映が開催されたんだけど、アバンから涙出ちゃうかと思ったよ。もう始まり方からめっちゃ良かった、マジで震えた。めっちゃ良かった。懐かしさと新しさをどちらも感じられた。平成版よりも明るい雰囲気だけど細かな表現多くて良きでした。などなど、非常に好評だったんだ。待ち望んでたファンも嬉しいだろうね。PV を見た感じ、早々のフリーレンにすごく似たイメージだと思ったな。少なくとも PV はすごく寄せてきてるね。同じ東宝アニメーションだし劇版もいいし。ちなみに、2008年に放送された旧作の絵がこれ。16年前だとこの手の絵が主流だったのか。時代を感じるね。他の作品ほどアニメしてないと思ってたけど、今の絵と比較するとやっぱり、アニメって感じだね。3作目は、怪獣8号。怪獣が日常的に出現する世界で、怪獣に変身する能力を得てしまった主人公カフカと、幼馴染のミナを含む防衛隊との攻防を描いた作品だ。きたー。来期の本命第1号だね。世界的に人気作品だし、エヴァのスタジオカラーが制作に関与してるし期待せざるを得ないね。X でリアルタイム全世界配信という、なんだか前代未聞なこともやるみたいだよ。X で？それはまたなかなか斬新ね。そういえば、キャラデザが原作と違いすぎると炎上してたけど、それについてはどうなったの？公開されてる PV を見た限りではそんなに違和感がないというか、作画もハイレベルだし言うことないと思うな。やっぱり実際に動いてみないとわからないもんだね。あとは原作の、ギャグとシリアスなシーンのテンポや空気感がちゃんと表現されるかどうかだね。懸念材料があるとしたら、原作側の問題だね。救済は多いし話は進まないしで評判が良くないね。ジャンプらのコメント欄も毎回大荒れで編集者が検閲してる状態みたいだし。そういえば、PV の方もコメント欄や高評価の数字が閉鎖されてるんだよね。公式動画がコメント欄閉鎖なんてあんまりないよね。なんだかちょっと不穏な空気を感じるけど、アニメはアニメで盛り上がってほしいね。4作目は、じいさんばあさん若返る。タイトルの通り、ある日突然若返ってしまった老夫婦とその家族の日常を描いたほのぼのコメディだ。これタイトルだけ聞いてめっちゃ期待してるのよね。そのものズバリで面白そうだよね。キャストも野戸真美子さん、三木真一郎さんで期待大だね。でも原作の掲載誌が悪いけど聞いたことない名前ね。コミックアルナは、コミックフラッパーの増刊号として2022年に創刊されたばかりの雑誌なんだよ。これも角川系列か。一体いくつ雑誌を創刊すれば気が済むのかしら。YouTuber や VTuber と企画連動してるちょっと変わった雑誌なんだ。そうなんだ。右下のひろゆきの圧が強いわ。掲載されてる漫画家さんもまだ無名の人ばかりだし、これから伸びる雑誌なんじゃないかな。その中でもアニメ化第1号がこの作品ってことかな？そうみたい。角川だからアニメ化には強いよね。でも制作会社が月光って。こら、月光をバカにするな。テンプル、面白かったじゃん。面白かったけど作画と劇版がひどかったもん。今回は頑張ってくれるよ、きっと。だといいね。5作目は、時効代理人、リンククリック2。写真の世界に入ることができる能力を持つときと、
その写真の撮影52時間の出来事を把握できる能力を持つヒカルのコンビが、様々な人たちと出会いつつ巨大な敵に立ち向かっていくサスペンスドラマだ。きたー。個人的にこれめっちゃ待ってたのよ。1期が面白かったもんね。中華アニメって敬遠されがちだけど、これ、いかにも中華アニメって感じはそこまでしないよね。絵柄も色使いもジャパニメーションっぽいね。何より、写真の中に入って真相を探るという設定が面白くて話にのめり込むよね。また手に汗握る展開が待ってるかと思うと楽しみだね。キャストは1期と変わらないの？変更なしだね。豊永俊之さんと桜井貴弘さんのコンビだね。この桜井貴弘さんはめっちゃハマってるから個人的には変更なしでよかったと思うわ。6作目は、週末トレインどこへ行く？タイトルからしてポストアポカリプスものかな。そんな感じだね。PV を見ると、荒廃した世界で女の子たちが電車を運転してたよ。行方不明になった友達を探すために電車を運転して池袋まで行く話か。確かに面白そうだね。監督は、ガールズ&パンサーの水島努さんよね。戦車から電車に乗り換えたって感じなのかな。雰囲気は、ガルパンに近そうだね。ただ、水島さんの売り兄といえば悪名高き、迷いがあるからな。どっちに転ぶかわからないね。今回は登場人物が少ないから大丈夫だよ。だといいけど、シリーズ構成が夢見る男子は現実主義者、の横手美智子さんなのよね。大丈夫。多分面白いアニメになるはず。だといいけど。7作目は、戦隊大失格。原作は、五等分の花嫁、の春羽ネギさんの漫画だ。戦隊ヒーローが宇宙からの侵略者を倒す世界で、侵略者側の戦闘員 D が奮闘するヒーローアクションだ。これ日曜夕方4時半からの放送なんでしょ？原作結構グロいけど大丈夫なの？2巻の冒頭部分とかかなりヤバいよね。でもそこは多分夕方アニメ仕様になるんじゃないかな。そうなんだ。ちょっとがっかりだな。1期は多分候補生の試験までだろうね。候補生試験めちゃくちゃ面白いよね。各隊員の能力を使ったトリックやどんでん返しがあって、最後までハラハラするよね。敵味方入り乱れての攻防が面白いんだよね。誰が本当の味方で誰が本当の敵かわからないところもね。そもそも主人公が戦闘員 D な時点で悪役側だしね。ただ、残念ながら配信がディズニープラス独占なんだよな。それ絶対話題にならない確定なやつじゃん。その点だけが残念だね。8作目は、無職転生2。分割にクールだしこれはもう安定でしょ。エレクトリックなんたらの件は解決したから次はいよいよ転移魔法の革新に迫るのかな？母親の行方も探さないとね。キャスト欄に妹の名前が書いてあったからこの2人は確実に登場するみたいだけど、母親はどうなのかな？1クール目で七星静香が登場したシーンは鳥肌立ったね。ああいう衝撃的なシーンがまたあるのかな？ルーデウスの前世や事故の件、篠原と黒木という名前だけ出てきた2人、このあたりも物語に絡んでくるのかな？気になる謎が多くて先が楽しみだね。9作目は、ゆるキャンシーズン3。これは、楽しみというか半分不安かな。ちょっと絵が変わりすぎだよね。今更原作の絵に寄せる理由がちょっとわかんない。まあ、制作会社が C ステーションから8ビットに変わってスタッフが総入れ替えになっちゃったから仕方ないね。キャラデザ担当者の絵柄や原作解釈が違うから仕方ないのはわかるけど、やっぱ違和感あるな。あと、2期の評判があまり良くなかったのも痛いね。観光地の宣伝ばっかりで全然キャンプしなかったじゃん。全然ではないけど、視聴者が見たいのはキャンプだから観光地巡りに重点を置かれても、そうじゃねえ。ってなるよね。ネットの反応はどうなの？絵が変わるのはやっぱり違和感だな。なんか、家のカレーがジャワカレーからバーモントカレーになった気分。3期やっぱり絵がなれんな。見てたらなれるやろうけど。子供っぽくなったというか、シンプル、雑みたいな感じに見えて残念だな。個人の意見です。原作に絵が寄ったわけだけど好みなのは元の作画だな。絵が変わりすぎて誰ですか？って感じ。前の方が好きだった。1、2、映画の方の絵が個人的に好き。絵が変わりすぎてあんまりかなって思ってたのが景色描写とかなお坊の声とか雰囲気でゆるキャンだに変わった。絵が違うけど違和感ねえな最高や。違和感全くないしみんな可愛い。背景と飯の絵がすげえ。まあざっとこんな感じ。やっぱり違和感がある、が8割。これはこれで、慣れてきた、が2割ってところかな。それよりも、原作コミックスの絵柄が変わりすぎてそっちの方が気になる、という人が多かったよ。なんか眉毛が偉いことになってるみたいね。原作の絵柄が変わられると困るよね。多分3期は今の絵柄に寄せたんだと思うけど、アニメはアニメで別物なんだからやっぱり1期2期に寄せて欲しかったな。でも、よかった、って言ってる人は2月の先行上映を見た人たちなので、やっぱり動いて声がつくと印象が違うみたい。なるほどね。
怪獣8号と同じで動いてみないとわからないのかもね。最後は、夜のクラゲは泳げない。動画工房制作の売り上げなんだね。イラストレーター、元アイドル、VTuber、作曲家という肩書きを持つ4人の女子高生の成長物語だよ。シリーズ構成と脚本が、弱キャラ友崎くん、作者の役ゆうきさんなんだ。ラノベ作家の脚本家転生多いね。転生って言うな。PV 見た感じ、4人の女の子の友情がメインみたいなイメージだけど、どうなんだろう？ 4 人の女の子の友情でオリアニといえば、空よりも遠い場所、を連想するけど、PV を見た感じバンドリとかに近いイメージを受けたな。あんまりドロドロなのは好きじゃないから、できれば揉めるパートはあっさりめでお願いしたいな。まあでも、動画工房だけあってビジュアルの美しさはすごいね。めちゃくちゃ綺麗だよね。本放送が楽しみだね。というわけで、おすすめ10選の紹介は以上。時間の関係で入れられなかったけど、他にも面白そうな作品がたくさんあるね。カラスは主を選ばない、とか、怪異と乙女と神隠し、あたりも要チェックだね。面白そうな作品が多すぎてなかなか本数が減らないね。そういえば、異世界転生ものが、無色転生、しか入ってないけど他に異世界ものはないの？そんなことないよ。テンスラ、とか、魔王学院の不適合者2、とか、あと新作もいくつかあるんだけど、どれも現段階ではおすすめに入れるには至らないかな。異世界ものは当たり外れが大きいから、見てみないとわからないね。個人的には、怪獣8号、時効代理人2、戦隊大失格、あたりに期待してるかな。狼と香辛料、も旧作を見てないから新鮮な気持ちで楽しめるね。今回の動画はいかがでしたか？コメントでご意見を寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。皆さんが期待している春アニメについても教えてね。それではまた次の動画でお会いしましょう。